歡迎嚟到長野縣嘅野邊山啊！喺我身後呢一座呢，就係日本國立天文台所有嘅電波望遠鏡，咁佢有45米嘅口徑啊！今回延山に来たのは望遠鏡の郷土利用観測で現地で運用するためです。私は学部3年の新華陽と言います。香港からの留学生です。実習当時は3年生ですが、現在は4年生になりました。電波観測は昼間でもできますが、ターゲットの天体が昇ってくる時間が深夜になっていますので、日本標準時3時で観測をやっています。望遠鏡は観測塔にある計算機から操作して動かしています。この画面は望遠鏡の向きを操作するコンソールの一つです。観測の準備ができたら、最初に観測する天体はポインティング天体となります。これは望遠鏡が向く方向の正確さを計測し、修正を行うための観測です。この天体は今シーズンからの信号が弱くなっているため、予期したスペクトルを検出することができなかったのです。このように観測する際に様々なトラブルが起きます。今回はいくつ用意したポインティング天体の中で別の天体に切り替えることで解決できました。トラブルに対処し、観測が順調になれば、観測計画の確認やレーダーの解析をしながら観測を進めていきます。そして今回来たもう一つの目的は、新規観測システムを立ち上げるためのプロジェクトの実験です。そのため、観測塔の計算機室や望遠鏡の真下にある歌舞伎機室で計測を行う必要があります。3月の延山はこのようにまだ雪が積もっています。望遠鏡の近くでは駆動音が聞こえます。今日は主に受信機がちゃんと受信しているかどうかを計測して評価しています。また受信された信号が正しく処理されているかどうかについてもチェックしています。望遠鏡の歌舞伎機室で処理された信号は観測塔の計算機室に送られるので、その信号を確認するために計算機室と歌舞伎機室を行き来する必要があります。別の日では液体窒素を使って電波吸収体を冷却して77ケルビンの電波吸収体からの放射を測っています。このプロジェクトは鹿児島大学と山口大学の共同研究で、天文学科における薩長透明とも言えるのでしょう。これが私たち鹿児島大学と山口大学が開発した観測システムで、今回はこのシステムを用いて45メートル電波望遠鏡を含む東アジアの WLBI ネットワークを実現するために延山で実験を行っています。